はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回もまたご視聴ありがとうございます。今回は12月全体の恋愛運を見てみたいと思います。恋愛といっても、特にお付き合いしてるとかしてないとか関係なく、大事なパートナーがいらっしゃるいらっしゃらない、それも関係なく、獅子座さんが共通で学ぶであろうこの人を通しての学びや気づき、関係性の中での何か重要なメッセージっていうものをもらってみたいと思います。よろしくお願いします。で、いきましょう。12月全体ですね。でもちろん皆さん置かれている状況はそれぞれ違うと思うので、皆さん全員に一致するわけではありませんが、あくまでも今自分が心地よく誰かとの関係を過ごすためのヒントとして何か参考にできるところだけね、参考にしてください。いきます。はい、ではお願いします。まずその人との今思い浮かべている方との関係性について、タワーちょっと後で説明していきますね。なるほど。まずこれまでの、今ね、星の話でちょっと今回置いとこうかなと思うんですけど、でもやっぱり言いたくなるんですけど、とにかく人を通して今強化されている時なので、もちろん恋愛とか大事な人との関係性においても重要な気づきがあるんだなって思いますし、そういう人との関係の中でこそ何か自分が磨かれるんだなっていうふうに思います。で、何かなので今思い描いている人との関係性っていうのがこれまでの同じ延長線上ではなく、何かが変わろうとしている、お互いに脱皮しようとしているっていう感じがします。で、獅子座の皆さんはここまでコツコツ自分はやってきたんだ、これだけの義務を果たしてきましたよあなたに、みたいな感じがあり、それだけのことやってるから、この関係性においては少し自分に自信があるというか、それが認められようと認められまいと関係なく、私はこの関係を大事に思ってここまで努力してきたんだっていうような、その思いが獅子座さんを守ってるというか保ってるというか、だからそんな簡単に壊れるものじゃないし、価値があるものだっていうふうにちゃんと思えるって感じがするんですね。ただ相手の方っていうのはもうまるで獅子座さんが去ってしまったかのような感覚があるんですよ。なぜか。もちろん関わってるだろうし関わりはあるんでしょうけれども、ただもう内側では関係性を温めていくとかすごく大事に思って恋しいっていうよりも、もう獅子座さんが去っていったんだからみたいな感じなんですよね。もうないものとして見ているみたいな感じ。でもこれは気持ちが冷めたとかそういうことではなくて、今ね見えてる限りですけども、この人の人生そのものになんていうかちょっと疑問を抱いているというか、これまでもちろん大変だったけど頑張ってきた、もうお仕事にしろ何かね傷つきながらも進んできたけれど、でも結局何なのかなみたいな何とも言えない虚無感とかなんでしょうね、考えさせられる、自分の人生において考えさせられる感じがするんですよ。希望でいっぱいとか楽しいとかいうよりも静かに意味を見出しているみたいな感じがあるので、その状態になってる自分が獅子座の皆さんにふさわしくないというか、獅子座の皆さんに相手にされるわけがないぐらいの感じなんですよね。だから所詮離れていくでしょって、自分じゃないところの方に行くんでしょみたいな感じがあって、すごく自分自身を保ってて前向きで一緒に関係性を作っていこうねみたいな感じじゃないんですよね。だからこそちょっとっていう、本当のとこどう思ってるのかなっていうのはすごく気になったりとか、でも自分はこれだけのことやってるから大丈夫だよねみたいな感じでいるけど、今はすごくやっぱりちゃんとお互いが脱皮するっていうかね、そういった懸念材料とかいろんな状況あるけど、でもあなたのこと大事に思ってるんですよっていうことは何らかの形で伝えていったりして、関係性っていうものを古い状態を維持していくのではなく、新しく向き合っていきましょうって感じがすごくします。で、相手の方ももう去っていったと思ったけど、まだいてくれるのみたいな、そんな感じもあり、でも実際にどうしていいか分かんないんだけどっていう感じなんですよね。何をどうしていいのかが分からない。だから具体的に
これはこうしてください、この時はこうしてくださいみたいに獅子座さんの、願いというかね、望んでることをお伝えするのがいいみたいです。でそれに対して答えられるかどうかわからないけど、でもまだまだできることがあるならやろうかなみたいな感じです。感情的なその満たされ感が本当にお互いに今ないんですよね。獅子座さんは役割に没頭しているとか、自分のことで忙しいとか、自分がすごく有益な自分になりつつあるっていうことを感じて、それが楽しいとかね、そんな感じで、相手はそんなになんか人生に希望を持っている感じがないんですよ。ただ関係性って昔からのその付き合いだったりとか、最近出会った人にしろ、ここに至るまでの2人の思い出っていうものがすごく豊かで、本当に豊かな経験としてあるから、それは消えないよっていう感じです。ちょっともう少し見てみます、相手の状況。痛み、悪党。獅子座さんは欺瞞と執着っていうのが出てますね。獅子座さんから言うと、自分のこと好きならもっとなんか気持ち盛り上げてよとか、もっと優しくしてよとか、もっと表現してよみたいな、そんな感じがあるんですけど、相手から求めてほしいっていう思いが強いですね。だけど実は自分が本当は相手を求めているっていうことを、なんていうのかな、本当は自分が相手にもっと求めたいんだけど、それができないから相手から求めてほしいと思ってるのかなって感じがします。そしてそれだけ一生懸命こう尽くすというかね、こう日常のことをやるってことはやっぱり大事な人なんだよなっていうのをご自身にも自覚できると思うんですね。で相手の方っていうのはやっぱりね、すごく傷んでいます、ハートが。ここでも忍者っていうのが出てて、すごく人生に対して自分の人生ってどうなのかなみたいな、これからどうなのかなみたいな感じなんですよね。ちょっとおそらくここに至る、もうこの関係性云々の前に何かいろいろ大変だったんでしょうね。こうトラウマを抱えるような出来事があったりとかで、その傷をもちろん癒さなきゃいけないんだけど、なんか自分が一言で言っちゃうと、ちょっとこの時は12月はだけかもしれませんが、すごく自尊心が低くて、とても獅子座さんに相手にしてもらえると思ってないし、むしろ相手にしてるっていうことは、相手にしてるっていうかね、関わるっていうことがなんかまるで利用してるかのように思われたくないみたいな、そんな感じですね。そしてちょっとこれからの可能性ね、見てみますね。ちょっと待ってね、どうすればいいのかを見てみましょう。まずカードから言われてる獅子座さんへの対応としては、そのなんか獅子座さんらしくいてくださいって感じで、すごくここでワンドのクイーンっていうのが出ていて、いや自分今のように、今までのように自分に自信を持ってしっかりと立っていってくださいと。自分が好きなことをしてくださいと。仕事でもいいし、自分が誇りに思えること、別に音楽とか絵を描いたりとか、そういったクリエイティブなことでもいいし、自分が子育てにしてもね、何か誇りに思えることを自信を持ってやり続けてくださいと。それが獅子座さんのを輝かせるエネルギーだから、それはやり続けてくださいって感じで言われています。たとえそれが一時的に相手に通じなくても、でもまたうまくいくんですよね、これはね。ちょっとどうしたらいいのか見てみようかな。相手の方が要するに今なんか電池が切れてるみたいな感じです。言ってみると、だからカチカチ押しても電池がつかないみたいな、あれみたいな感じ。でもそれは決してその獅子座の皆さんに対してのなんか気持ちがないとかじゃなくて、そもそも感じるスイッチが今切れているっていう感じですね。トラストということで、信じてって信頼するしかないっていう感じで言われてますね。これまで自分たちが経験してきた楽しい記憶や、ここまでやってきた一緒に過ごした時間とかを思い出してねって感じで言われてます。これからの可能性として、やっぱりこういうペンタクスの10が出てるっていうのは、今までのこの楽しい思い出っていうものからも一段階上がって、何か関係性を一旦壊したかのように見えるかもしれないけど、もう一回つなぎ直して、もっともっと豊かな成熟した関係になっていくんだなって感じです。
またね、茶目っ気っていうカードが出てるので、あんまりシリアスにならずに、ちょっと楽しく言ってください。特に今相手の方がちょっとシリアスになってるから、より一層なんか美しいものとか、綺麗なものとか、美味しいものとか、そういったものを感じながら、ちょっと遊び心を持ってね、茶目っ気で過ごすっていうのがいいかなと思いました。はい。これを踏まえた上でね、これはこれでパートナーとの関係でこれから新しい出会いが欲しいなっていう方も見てみましょうか。出会いあるのかな。いや、星ではすごい出会いある時ですよね今ね。ちょっともちろん数星逆行してますから勘違い起きやすいとしてもです。エンペラー、ソードキングとペンタクスの6ということで、出会いはありそうです。出会いはありそうなので、ぜひ動いてくださいね。12月いろんなイベントだったりとか、忘年会だったり新年会だったり、新年会まだですけど、なんかそういうイベントがあれば顔を出してみてください。非常に人と出会うきっかけは多そうです。でその中でこの12月に関係が出てくるのかなと思うのは、やっぱりビジネスマンなんですよね。フリーで動いてる人っていうよりも結構カチッとした人、カチッとしてしっかりとした考えを持ってる人、真面目な人です。ちょっと神経質かもしれないけど、真面目な人です。なのでもう一つそういうねカチッとした人っていうのもあるし、やっぱりね人として結構しっかりしてるなっていうイメージなんですよね。なんかピャーって遊ぶとか軽いノリじゃないんですよね。すごいしっかりしてる、尊敬できるみたいな、うわすごいみたいな人なんですね。でもそういう人であればあるほど、今度シシダさんはその人に対して自分は何ができるのかとか、自分はその人に対してどういう存在なのかみたいなこと、また役割とか義務とかを考えちゃって、あまりね感情的な和みがないんですよね、この12月。だから気をつけていただきたいのは、しっかり十分ご自身は今のパートナーに対してもそうだし、新しく出会う人に対しても十分その役割を果たせていますと。なのでこの12月にぜひ心がけてほしいことは、他者との感情を共有する、喜びを共有するとか、それを感じてほしいなっていうふうに思いました。おそらく誰かに何かをしてあげるっていうことによって、嬉しいなみたいなことはあるかもしれません。ここでペンタクスの6も出てるしね。でもどうしてもなんか役割っていうところでいくので、例えばじゃあ感情の共有って何ってなったら、本当にちょうどいい時期じゃないですか。12月って今年も1年お世話になりましたみたいなことを言える時だから、いかにその人と知り合って嬉しかったかとか、どんな感覚が自分に芽生えたかとか、そういうのをシェアしてもいいだろうし、もしこれから12月出会う人に関しても、相手のなんか風貌だったりとか立場にちょっとこっちがおじけづいちゃって何か言わないっていうのではなく、どのような立場の人であったとしても同じ人間として関わっていける、喜びがある、感情があるっていうところで感じるようにしてみてくださいね。そうすると和むかなって感じがします。なのでまだすごくエンペラーとかねすごい強いわけでしょ、どっかの社長さんですかみたいなとか、すごいパリッとした会社員ですかみたいな、そういう結構硬い感じの人と出会う可能性はあるんですけど、できるだけそこで大事なのは馴染む、和むみたいな感じですね。それを意識していただくといいかなと思いました。はい。それからちょっと最後にもう一枚カード引いてみましょう。ちょっと待ってくださいね。ラブメッセージなので一応ラブカードを引いてみましょう。これをね。なんでしょうね。12月。はい。エンゲージメントということでいいじゃないですか。なんかもっとやっぱりなんかね、今の先ほどのカードもそうでしたけど、これまでの経験っていうのは経験値として消えないし、感覚も消えないし、でも今何かを壊して新しく結び直す、その後っていうものの方がよっぽど豊かなんですよね。だから新しくつながる人もそうしてくださいね。これまでの自分で勝負とかじゃなくて、今の自分で感覚をシェアしていくっていう風にしてください。そうすることによってとてもいい結びつきができるみたいです。これはお互いにもっと大きな存在になっていけたりとか、もっと固くつながっていけたりとか、信頼関係も増えていきそうですよね。
はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。また12月はねライブもする予定ですし、年間のやつもアップする予定なので楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。